こんにちは、ことまむです。今日はこちらの細長い布をこのはぎれを使ってつないでいきたいと思います。接着芯を2枚用意します。64センチ ×17 センチ。つないできた布を置いていきます。接着芯をつけてきました。次はこの空いてる場所に18センチ ×19 センチの布1枚つけていきます。こちらもここを縫ってアイロンをかけていきます。縫い代をカットして17センチの幅にしてきました。長さは64センチ。接着芯と同じ幅に切ってきます。こちらの布もこの長さは17センチにしてあります。裏布も同じサイズで64センチ ×17 センチのサイズでカットして接着芯を貼ってきます。次はこちらの17センチのところ、こちらはポケットの内側に入る部分です。こちらの端を1センチ折って縫い留めておきます。裏側も同じように1センチ折って縫い留めておきます。129センチ ×5 センチの肩紐を作っていきます。端が入っていますが芯代わりにはなるのでそのまま使っていきます。そしてタグを作っていきます。タグは12センチ ×3 センチ。これを半分に折って両側で使っていきます。横半分に折って中心に合わせて両側から折っていきます。そしてこのように、いつもはこのようなナスカンを使いますが今回は紐のまま使っていきます。なので端も始末します。端は先にこのように 0.5 センチほど折ってから折って縫っていくとこのまま端の始末ができます。約 1.3 センチ幅の肩紐を1本作ってきました。そしてタグ、こちらも2つ1本の布から2個作ってきました。こちら側は合わせて縫っていきます。中表に表同士を合わせて端から1センチのところ縫い合わせていきます。端から1センチ縫い代でここを縫い合わせます。そして14センチのところを谷折り、そこからさらに14センチのところ山折り、そしてそこからまた17センチのところ谷折りで折っていきます。
タグを挟んでいきます。こちら側の17センチと14センチ折ったところの間、この間に入れて挟んでいきます。ポケットに仕切りをつけたいときは、先に縫う前に開いて、この間を縫っていきます。サイズは自分のポケットのサイズに合わせて縫ってください。ポケットの端とタグを押さえてきました。次は両端を縫ってきます。タグのところまで縫い合わせてきます。ミシンで縫える方は直線でここからここまで両方とも縫うだけです。1本ともう1本縫ってください。厚みがあるので一針一針縫ってきました。あとは表に返します。その前に縫い代が少し厚みがあるので削っていきます。内側のこの接着芯と中の布を少し切っていきます。なるべく同じ厚さにならないよう少しずらして切っていきます。角をカットします。縫い目を切らないように少しだけカットしてください。そして表の見えるところ、ここに手を入れて、ここから表に返していきます。一度返しました。こうなっています。次に手を入れるところは裏返してポケットになっているところと表のところ、ここに手を入れて返していきます。あとは角をきれいに出してください。これで完成になります。中はこのようにポケットが1つ2箇所あります。ここを仕切りをつけなければ2箇所、仕切りをつけると3箇所に変わります。手前には携帯電話、奥にはお財布や鍵なども入ります。紐は今回は調整できる紐にしました。結び直すともっと短くすることもできます。ここにナスカンをつけるとナスカンでここで
タグのところでナスカンをつけることができます。どちらでもお好みで調整してみてください。反対側はこのように端切れでつないだ部分が前面に出ています。ミシンで縫うととても簡単に縫えるので、手縫いではなくミシンでという方でも作っていただくことができるタイプのポシェットです。携帯も入るポシェットになります。よろしければ参考にしていただけると嬉しいです。以上、最後までご視聴いただきありがとうございました。ことまむでした。